やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、TRN の TA4。パッケージは最近の上級 TRN のデザイン。付属品はシンプルだけど、しっかりとした品質を持っている。袋のせいでわかりづらいけど、後で実際に開封したものを並べるぞ。付属品は、黒いノズル開口部が小さなイヤーピース。開口部が小さく、ノズルが長いと、それだけ低音域が強くなるので、低音量のイヤーピース、と思っていいだろう。それから、T イヤーチップス。従来は M サイズのみの付属だったんだけど、今回から、フルサイズ、SML の3サイズが付属することになった。これは T イヤーチップスを今まで試せていなかった人にも、かなり嬉しい変更なんじゃないかな。それから、ケーブルは上級 TRN に付属する、嬉しいプラグ変更可能仕様。TRN は先んじて、このタイプのケーブルを低価格化したこともあって、現在でも、上位モデルには、しっかりとしたケーブルが付いてくる。一時期イヤホンよりケーブルの方が有名になったレベルで、優秀なケーブルだ。この TA4 の兄弟モデルである、TA3 のあたりから、ケーブルが変更になっていて、より音色がはっきりと聞こえる、4芯タイプになっている。取り回しも見た目も良く、そのまま使える優秀なケーブルだ。交換用のプラグもすべて揃っているので、購入時にプラグサイズを間違えることもない。それから、低反発ウレタンフォームタイプのイヤーピースも付いてくるぞ。これがパッケージ内容だ。内容としてはシンプルでポーチなどは付属しないんだけど、そのまま付属品を使える高品質具合は、TRN の強いポイントだよな。本体の外装は、基本的に TA3 とほぼ同じ、フェイスプレートのデザインが変更になっていて、背面には大きな開口部がある。この写真だとわかりやすいんだけど、格子状のフレームの上に、フェイスプレートが乗っている状態だ。本体の方は樹脂製。ノズルは金属製となっている。開放感が強いので、BA が増えているだけではなく、大きくハウジングの響き方も変化していそうだな。質感に関しては、メッキなどで好みは出るけど、個人的には TA3 の方が好きだけど、こっちの方がシンプルで引き締まっている、と感じる人もいそう。どっちにしろ組み立ての品質は良いので、そこら辺は心配しなくて大丈夫。動画を見てわかる通り、オーソドックスな形状で、大きさも平均的。なので、装着感については基本的に心配する必要はないと思う。TA3 も装着感は良いと評価されていて、この TA4 も同様なので、全く心配しなくて大丈夫だ。というわけで外装に関してはこんな感じ。中身についても触れていこうか。TA4 は、というか TRN の TA シリーズは、すでに飽和した感じがある低価格中華ハイブリッドイヤホンから、一歩抜き出た存在だ。理由としては、以前のモデルよりも、一つ上のグレードのパーツを使いつつ、上のグレードの商品よりも安い、という、低価格ブランドとしての性質、そして、低価格にとどまらない TRN の方向性を決定づけた、非常に重要なシリーズになる。現在までに TAH、TA2、TAH-MAX、そして TA3 とこの TA4 と、ラインナップを重ねているんだけど、TA4 と TA3 は別のグループと思った方が良いだろう。このシリーズは、デュアルダイナミックドライバに BA を乗っけたラインになっていて、6mm と 10mm のダイナミックドライバを組み合わせたタイプ。通常の 10mm ダイナミックドライバ一発のイヤホンに比べると、よりダイナミックドライバの担当範囲が補強されていて、TA3 もバランスの良い音が期待されたんだけど、実際に聞いてみると、TA3 はかなりぶっ飛んだイヤホンで、高音域が非常に鋭く、また、低音域も元気、という、元気系 TRN の総決算みたいな、派手で楽しいイヤホンだった。ちなみに、TRN のイヤホンは感触傾向が強く、かなりドライ、金属質な音色であることが多いんだけど、TRN TA3 に関しては、それが特に顕著。それから、付属する、評判のいいイヤーピース、TRN T イヤーチップスも、この傾向を強調するタイプのイヤーピースで、簡単に言うと、イヤホンの音を TRN っぽくする。もともと TRN なイヤホンをより TRN っぽくすると、大体の人はわかるよな。高音側がせんすぎて破綻するんだわ。もちろん、この行き切ったバランスを好む人もいるんだけど、ほとんどの人にはかなり辛いイヤホンになるんじゃないかな、というわけで、最初から付いている T イヤー T-X ではなく、初心者は黒色のイヤーピースと組み合わせて使ってみることをお勧めするぞ。そんなわけで、色々面白い背景もある TA4、TA3 がかなり極端にドライでソリッドな高音域を持っているんだけど、そこに BA をさらに追加することによって、程よくマイルド、ただし、全体の形質はそのままで、TA3 の尖ったところを持ちつつ、聞きやすいイヤホンになっていることが期待される。実際の音はどうなんだろうか、ちょっと聞いてきてみるわ。聞いてきた、TRN TA4 の感想は、
これの兄弟機である TA3 は、密閉型、マッチョが刃物を持ったようなパワー系イヤホンだったんだけど、TA4 は背面を開放することによって、より TRN 的表現を得意としている。すなわち、明瞭な高音域、明瞭な中音域、引き締まった低音域だ。パワーと分かりやすさが重点だった TA3 に対し、開放度を高めたことによって、安定して突き抜けるようなサウンドを手に入れたぞ。TA3 を開放させると、高音域側が刺さるようになるんじゃないかという不安があるんだけど、そこを解決するための 1BA 追加だったみたい。高音域は特定環境以外ではせんすぎることもなく、はっきりと、かつ広がる空間の中で聞こえてくる。刃物持ったゴリラと密室で追いかけっこするのが TA3。刃を潰した刀を持った侍が草原で追いかけてくるのが TA4 だ。どちらも遠慮したいシチュエーションではあるが。まず、TA4 の特徴は、背面が大きく開いた、新しいフェイスプレート。これのおかげで、低音域が非常に強烈だった TA3 のサウンドは、よりライトで聞き取りやすい、TRN っぽいものに変更された。TA4 は TA3 ほど、TRN の中では異色な出来ではない。むしろ、他のモデルよりも TRN っぽいとすら言える。かなりはっきりとメーカーの個性が出た一台だ。特に、TA3 ベースのサウンドを開放型にしても、刺激的になりすぎていない高音域がいい感じ。ドライバ数は減っているけど、強烈なパンチの効いた、TRN VX Pro のようなサウンド。VX Pro はドライバの個性をドライバ数でなぎ払っていたので、ある意味妥当な差に感じる。TRN TA4 は、基本的には TRN のエッセンスを忠実に拡大した、ドライ、ソリッド、十分に力強く、そして引き締まった低音。加えて、最新の機種らしい、高音域が攻撃的すぎない部分もちゃんとあって、全体がしっかりと整えられた、おすすめの一台だ。TA3 と比較すると、より調整された高音域、そしてより引き締まった低音域と、全体に残響がほぼ残らない、さっぱりと開放されたサウンドが特徴。このため、空間も広く、TA3 がかなり音が近く、パワーロスがない印象があったんだけど、TA4 は、うまく逃してるタイプのイヤホンで、音の組み立てや細部はそっくりなのに、実際聞いてみると、かなり性格の違うイヤホンに仕上がっていて面白い。バランスとしてはこちらの方が常識的なので、感じ方によっては普通になった、と感じる人もいるかも。短時間教習型な TA3 と、程よい距離感を保ってくれる TA4。好きな方、あるいは両方を触ってみるのも面白いだろう。せっかくなので、いくつか比較してみようか。TRN 系で比較のテーブルに上がるのは、低価格な ST1 Pro、5ドライバの価格的にもライバルの ST5、それから、別ブランドの上位機種とも並べて比較してみよう。まずは、より低価格な ST1 Pro、TA4 と結構性格が近いけど、より繊細な表現ができるのは、もちろん TA4 の方。逆に、よりメリハリがついていて、なおかつ遊べるものが欲しいなら ST1 Pro だ。ドライバ数がそのままフォーカスの当たる範囲に影響していて、ドライバ数が多い TA4 の方が、捨てられる音がない、ST1 Pro の方が、一部にフォーカスが当たっていて、あんまり集中しなくてもはっきり聞こえる感じだな。ただ、開放度がしっかり取られているので、ドライバ数が多くなると、音がもやつく、といった現象は、TA4 には起きていない。音の切れで選ぶなら、どちらでも大丈夫だ。対して、発売は少し前だけど、BA4 発にダイナミックドライバー1発と、同じ価格帯でドライバ数が多い、同じメーカーの ST5 はどうだろうか。ST5 と TA4 の性質の違いは、ダイナミックドライバの振動板、そして、BA の数。TA3 の2倍の BA ドライバーを積んでいる ST5 は、より高音域から高中音域あたりのエッジがマイルドになっていて、聞こえ方がかなり異なるイヤホンとなっている。また、低音域に使われているドライバーの振動板の素材が変わっていて、あちらは低音が弾むように、こちらは開放度と合わせて、引き締まるように聞こえる。そのため、全体の印象が全く異なるイヤホンだ。どっちを買うか悩むより、どっちから買うか、悩んだ方がいいかもしれないな。ちなみに、VX Pro も振動板の種類が異なっていて、こちらはこちらで、より引き締まった音になっているが、低音の量では、TA4 の方が強かったりする。単純に同じブランドのイヤホンでもこんなに違うんだな。さらに、現在発売されている、2ダイナミックドライバモデルたちと比較しよう。現在発売されている2ダイナミックドライバーイヤホンは、6mm10mm の構成のものが多くて、TA4 もこれに BA を乗せた形で設計されてる。が、この手の2ダイナミックドライバーイヤホンの中で、最も開放感を取りつつ全体のバランスが良いのが TA4 だ。TA4 は、開放感のあるサウンドと、刺さらない高音、
はっきりとしたボーカル、そして、十分な量感で、広く拡散する低音域、非常に出来が良い、個性で言ったら、兄弟モデルの TA さんなんだけど、より長時間使うのはどっちと言われたら、おそらく TA4 になるんじゃないかな。むしろ、良い子になった TA さんが欲しい、という需要にも応えることができそうだ。というわけで、TA4、ちゃんと良い子。ただし、TRN っぽさとでも言うべきエッセンスはちゃんと継承している。高音域はちゃんと刺さらないので、そこを踏まえて、TRN っぽい1台が欲しい人におすすめだ。ゴリゴリに刺さるやつがいい？古い TRN を中古で探してみるといいぞ。というわけで、ちゃんと進化した、TRN の TRN らしい汎用機、問題児とも言える TA さんと聞き比べてよし、他の世代の TRN と聞き比べてもよしだ、おすすめだぞ。といったところで今回はここまで。